丸ノコユニットの刃の径を大きくしてみた。その2、いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。補助テーブルの製作。ノコバが大型になるとその分反りも手前に移動してきます。刃の交換と同時に以前から感じていた手前の作業スペースも確保します。方法は撤去交換した TS トラック 19mm300L を使って延長します。もともとテーブルは TS トラックの厚み 9.5mm に合わせるため、表面を PLW4 プラス 2.5 プラスアルミ複合板 3mm イコール 9.5mm としてあります。 TS トラックをテーブルに合わせてこのように各板を並べます。この状態でテーブル手前にあるレールに L 金具を使って取り付けます。トラックの位置を合わせたら PLW3 枚をビスで固定します。リス頭は座繰りで下げておきます。これは反りの滑りを良くするために入れているアルミ複合板 3mm13W です。これを使って PLW を閉じる前にトラックの通りを合わせます。この状態で固定していきます。表面の複合板はテーブルと同じように最後に接着します。これで表面のレベルを揃えることが可能です。このように接着しました。板の表面には保護フィルムが貼ってあります。トラックの通りも良いようです。補助板の固定方法を説明します。このような L 字アングルを使ってテーブル手前の TS トラックに止めています。サイズは 25×75×15×2T です。固定は 3T のアルミフラットバーでタップ加工しています。金具を取り付けます。補助板がテーブルに合うように位置を出したら 200mm ピッチで固定します。取り付け穴はすべて長穴なので位置調整は容易です。不要な時は外しておけるので便利ではないかと考えます。取り付ける時はレールのラインが通るようにしないと意味がありません。わずか 150mm ほどですが、これで反りをもう少し手前で支えられます。長方形に見えますが、補助板を 145mm で作っているので約600角です。ブレードの交換。マルチプレートに取り替えてユニットのノコバも新しくします。プレートを丸ノコカゴから外します。続いてタイミングベルトも外します。これでフリーになりました。シャフトを外してマルチプレートに移動します。この 1mm のプレートはベアリング固定ビスを強く締め付けた時の歪み防止です。マルチプレートです。順次シャフトやベアリング、ブレードを取り付けます。歪み防止は必要ないかもしれませんが、穴塞ぎもあって取り付けます。おっと、その前にブレードを交換します。シャフトから旧ブレードを外します。レンチを握る方向で緩めます。この刃は季節プレートが使えるのでまだまだ使用可能です。新しいノコバです。これを取り付けます。半径で 45mm 大きくなります。
随分大きく感じます。シャフトに取り付けます。ノコバが大きいので傾き調整が大変ですがやってみます。締め付け金具が小さいのでパイプを使ってテコで締め付けます。強く締め付けました。パイプの反対側を足で挟むようにやっています。組み立てます。タイミングベルトを取り付けます。ユニットをビスで閉じます。刃の立ちをチェックします。ユニットを取り付けてからもチェックしますが、ここでもしておきます。直角が出ています。シャフト前後の締め付けの差で角度が変わります。取り替えが終わりました。ローリングなど実際に回転させて確認します。いろいろ調整してユニットが完成しました。フレームに固定します。刃が大きくて書き込みがギリギリなので取り付けづらいですが大丈夫です。ビスで固定します。刃の垂直を確認します。基準面からの確認です。テーブル面からの垂直確認です。反りの状態も確認しておきます。滑りは問題ありません。化粧プレートの固定とノコバ開口。カゴに刃がついているのでいっぱいに下げて化粧プレートを取り付けます。四隅に折り目ナットを追加して新旧プレートが取り付け可能になりました。プレートを固定してブレードの開口を作る準備をします。上からでは開けられないので下から蓋を持ち上げました。順次ビスを閉じたら終了です。これで準備完了です。ノコバを使って化粧プレートに開口を作ります。895モーター 360W はノコバが大きくなっても力があります。キックバック防止板の取り付け。 2way の時と同様にキックバック防止板を取り付けます。今回はマルチプレートに取り付けます。穴に合わせて 3mm でタップを立てました。これまでのプレートです。材と干渉するので 1.5mm ほど埋め込んでいました。今回埋め込み穴は加工不要ですが代わりに刃の開口を 25mm ほど延長します。こちら側に開口を大きくします。固定ビス5個は多いですが前の金具を再利用なのでこの方法です。化粧プレートを取り付けます。
終わりました。端材で通りをチェックします。これなら機能を満たすでしょう。ただ高さが少し低いので後の課題とします。このような証拠になります。以前は化粧プレートに取り付けていたのでテーブル面がすっきりしました。それではソリの再構築へ進みます。ソリの再構築。ようやくここまで来ました。残るのはソリの再構築だけです。 H90 のフレームです。60までと違って肉厚になり 2.5 ミリです。これを切断するにはちょっと手強い気がします。厚いだけに重量もあって頑強にできています。これからこれを取り替えて切り込みを入れます。ソリをハンドバイスで押さえながら昇降装置を8分の1ステップで上昇させています。木材の場合はほとんど中の塵受けに落ちますがアルミ粉は手前に飛散します。ほぼ完成です。補助テーブルを再度取り付けて総合的にチェックします。ソリのフレームを取り替えてストップブロック等をこのように移設しました。補助テーブルの具合を見ています。スケールも側面取り付けでそのまま使えています。ご視聴ありがとうございました。次回作にご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。